皆さんこんにちは。コーヒークラフトのルシア TN です。今日はですね、レザークラフト CAD のチュートリアル第3弾ということで、チュートリアルの第1回、第2回で、解説したこういうですね、図形の基本的な使い方と、あと目打ち、これらを使いつつ、これまで解説していなかった面取り機能、こういう角を丸める機能ですね。面取り機能とかオフセット機能、ステッチラインを3ミリ、端から作るみたいなオフセット機能とか、中央線、選んだところからの、中央に線を引く機能とか、目印線、選んだ点からの指定した距離のところに点を打つ、線を描く機能というところを使いながら、このですね、パスケースを作ってみたいと思います。まず最初にですね、このパスケースの全体像を作ってみて、で、それが完成したら、パーツに分けていきたいと思います。これ、上の皮と下の皮をですね、2枚縫い合わせて作るタイプのパスケースなので、一遍書いたこのデザインを2つに、パーツに分解する必要があります。それのやり方もですね、この動画で解説していきたいと思います。それではですね、まず最初からやってみましょう。これね、消しちゃいますね。新しいプロジェクト。新規作成ですね。これ、Mac 版なんでちょっとメニュー上にあって見えないですけど。よいしょ。はい、これでまっさらになりました。じゃあですね、どこから始めればいいかというと、さっき見たみたいに、パスケース、ほとんどのパスはクレジットカードと同じサイズなので、まずはですね、このリポジトリ機能、ここからクレジットカードを呼び出しましょう。ここに、パスポートとかクレジットカードとか、お札とかですね、名刺とか、代表的なもののサイズがあるんですけれども、今回この、クレジットカードを使っています。これをダブルクリックすると、よいしょと、こんな感じでですね、座標にクレジットカードが出てきます。こんな感じです。で、だいたい 54mm×86mm ということなんで、僕はですね、よくそういうのを作るときは、6mm、6mm ぐらい幅を持たせて、余裕を持たせて皮を切るので、そういう感じに作ってみましょうかね。というわけで、これちょっと縦にしましょう。これを、選びますと、クリックして選んで、コントロールを押しながら、マウスホイールでグリグリっと回すと回転できます。ので、90度回転させます。はい、こんな感じですね。で、次に、この、四角い、下側の皮ですね、を作りたいので、四角形を選びますと。で、54、幅が54。だから足し算しないといけない。54足す6足す6、12だから、66ですね。幅が66。高さが86だとして、これに12を足すと98ですね。はい。ので98、66×98 の四角を作りますと。こんな感じですね。ちょっと位置合わせ後でちゃんとやりますけど、これで作っちゃいますと。決定。もう一回クリックで決定します。はい。で、一応ですね、6mm、6mm なんで、こいつをキャンセル、エスケープで、よいしょ、セレクトモードに移動しないとですね。はい。これでクレジットカードを選んで、ここから6mm、上から 6mm、横からも 6mm のところですね。一応確認しましょうか。スケール機能、S キーを押します。そこから 6mm ですね。はい、だいたい 6mm。こっちも S キーを押して、はい、6mm ということで確認できました。で、S キーもう一回押して、クリアと。じゃあ、これで外枠ができたので、今度は、角を丸めましょうかね。はい、面取り機能を使って角を丸めます。よいしょ。で、面取り機能の使い方は、丸めたい角が構成されている2つの辺を選びます。この辺とこの辺ですね。これ、ただクリックしただけだと、お互い選択が変わるだけなんですけれども、ここでコントロールを押しながら、選びます。そうすると、2つ選んだ瞬間に、角が丸まります。で、同じことを他の3つの角に対してやります。よいしょ。ここも選んで丸めると。選んで丸めると。というわけで、こんな感じにですね、超簡単に、角丸まりました。で、ちょっとですね、このクレジットカードのが同じ色なんで嫌なので、こいつを変えましょう。セレクトモードにもう一回行って、クレジットカードを選択しますと。で、僕はいつもですね、こういう参照するものはいつもこの4番の、紫の点線で作ってます。はい。
ではですね、次、どうしましょうか。ポケットを作りましょうか。ポケットどこぐらいがいいですかね。ここぐらいですかね。カードがちょっと見えてて、指でつまんで取り出せるぐらいな感じ。で、こんな S 字カーブみたいなのを描く感じですよね、きっとね。なので、一応、直線をですね、ここに引いちゃいましょう。こんな感じで、ここら辺に作りますよと。で、これ、シフトキーを押しながら、線を引くと、まっすぐ水平方向、もしくは垂直方向に引けるんですが、今回水平方向ですね。で、ちょっとはみ出るぐらいのところまで引いてあげてください。なんでかっていうと、ここのですね、赤い点、交点、ここのインターセクションを作りたいんで、今こうやって線を引いています。で、これの意味は後から出てきます。はい。なので、ここら辺にポケット作りますよというのを今、参照ラインを引きました。はい。で、ここをベジエ曲線でポケットを作ってあげましょう。こういうカーブしたやつを。ベジエ曲線選びます。で、線の色をですね、変えましょうね。またね。実線でやります。で、どんな感じのベジにしましょうかね。だいたい僕はいつも Z みたいなのを書くと、だいたい S 字、いい感じの S 字になるので、こんな感じで、1点、これ開始点ですね。次、制御点。もう1個制御点。ここでいいかな。こっちいや、こっちだな。で、最後に終点選ぶと、なんか結構いい感じで書けましたね。こんな感じでね。S 字。選択モードで見てみましょうか。なんかいい感じですよね。じゃあ、これを反対にも書くんですけれども、反対で同じのを書くのは大変なので、こいつをそのままコピペしちゃいます。ここでコピー。そして貼り付け。これショートカットキーでももちろんできて、Windows 版の場合は Ctrl+C、Ctrl+V で、いつものようにコピペできますし、Mac 版の場合は、コマンド C、コマンド V ですね。はい。で、このままだと使えないので、これ反転してあげます。水平方向で反転してあげて、で、これをよいしょと持ってってあげる。で、ここでさっき作ったこの赤い点ですね。これが役に立ちます。ここに持ってってあげます。ピタッと。はい、くっつきました。はい、こうですね。というわけで、ここで、あとは間を線で埋めてあげれば、ポケットの完成です。よいしょ。はい。これでポケットできました。いい感じですね。なかなかね。はい。というわけで、もうこの参照ラインいらなくなったんで、これ消しちゃいましょう。選んで、デリートキーで消えます。はい。次はじゃあ、どうしましょうか。ステッチラインですかね。縫い穴を作りましょう。というわけで、3ミリ、端っこから3ミリのところにステッチラインを引きたいので、そういう時にはオフセット機能を使います。オフセット。で、僕はですね、いつも縫い穴はこの3番の黄色い点線で作ってます。この辺はご自由にしていただいていいと思いますし、パレット編集機能っていうのがあって、自分の好きなように色とかですね、太さとか、このドットとかね、この辺を変えることができますので、この辺は好みに応じて変えてみてください。はい。で、オフセット機能なんですけれども、選んだ辺、よいしょ。ここから外側もしくは内側、マウスで指定した方に、こんな感じでここで決定する。もう一回クリックすると決定するんですけれども、よいしょと。ここにオフセットラインを引きます。どれぐらいの距離離れているのかっていうと、ここで指定した距離ですね。3ミリ。今3ミリです。はい。ので、これを一個一個ですね、選んでやってもいいんですけど、複数まとめてやることももちろんできます。よいしょ。で、選んでと。はい。これで一気に作ることもできます。作ってみます。よいしょ。っていう感じで、ステッチラインが引けました。で次にやることは、当然目打ちでここに縫い穴を作るんですけれども、今ですね、ここから縫い穴作ることになっちゃいますよね。でも、こういうパスケース作るときって多分、ここの、皮の切れ目から1ミリ上ぐらいのところに最初の縫い穴とか作るじゃないですか。なので、そういう、ここから1ミリとか、ここから3ミリとかいうのを指定するときに、ここの目印線という機能を使います。目印線を押すと、クリック地点からほにゃほにゃミリメートルのところに目印線を引くってあるんですけれども、例えばですね、今このままやってみますと、ここですね、押してみます。クリックしてみます。ポンと。そうすると、こっから見て3ミリのところに線があったら、そこに仮の線を描きます。で、
自分が、ここでいいやと思ったところで、もう一回クリックすると、ここに最終的に線が描かれます。で、僕の場合、1ミリ。ここから1ミリが欲しいんで、こうですね。これもキーボードで入力しなくって、マウスホイールで、ここにマウスカーソルを持っていって、こうグリグリすると数字変わるんで、これすごく楽に入力できるからおすすめです。はい。というわけで、今回1ミリのところに作りたいので、ここで1でもう一回クリックして確定です。これで開始点ができました。よいしょ。で、こっちも同じことをしてあげます。こっから1ミリのところですね。確定。ということで、できました。で、このステッチラインがですね、ちょっと長いので、これを短くしてあげましょう。よいしょと。で、これをですね、ここに下げてあげたいんですね。よいしょと。こうね、赤い点が表示されてるんで、ここに合わせてよいしょとくっつけてあげると。これで下がりました。こっちも同じことをします。よいしょ。こうですね。はい。これでステッチラインが下がりました。で、もうこのね、この線いらないんで、これ消しちゃいましょう。これデリートで、よいしょと消しちゃいます。はい。消します。じゃあ、あとは、端っこから端っこまで目打ちしちゃいましょうか。目打ち。固定というか手動目打ちしてもいいんですけど、今回はですね、時間の都合上、なるべく簡単にデモをしたいので、自動目打ちしちゃいますね。で、選ぶのは節目の4ミリで今やります。こっから、ここまでですね。これ、青くなった瞬間に、この線はつながってるんだなっていうのが分かります。で、これでクリックしてあげると、あっという間にですね、目打ちできましたと。で、厳密に言うとというか、多分正しいのは、ここの真ん中に、カーブの真ん中に目打ちを持っていきたいですよね。で、今見てみると、ちょっとずれちゃってると。なんでかっていうと、こう、最初から最後までを均等に割り振ろうと思ったら、こういう風になっちゃったということなんで、気になる人はですね、これ実はもうちょっとちゃんとやる方法があって、例えば、今回やらないんですけど、中央線っていう機能があるんですけど、後で説明しますけど、中央線というのを使って、こっからここ、ここじゃなくてもいいか、エスケープ、こっからここでもいいんですけど、こうすると、真ん中の点がわかるんですよね。なので、ここに、目打ちが来るように、こっからここ。で、こっちも同じことしてあげて、で、こっからここ自動目打ちして、こっからここ自動目打ちっていう、3段階に分けると、ちゃんとですね、コーナーに目打ちが来るようなのができます。でもですね、今回やりません。今回はちょっと簡略ということで。そんなにずれてるわけじゃないですからね。こっちも。こっちも。今回はこれでいいでしょうということで進めましょう。はい。というわけで、ここまでできましたと。で、次に、じゃあ何をやりたいかっていうと、この親指でカードを押して取り出すためのここの、窓というか穴というかを作りたいですよね。だいたいですね、どこぐらいかな。こっからここぐらい。でもまずは中央線引きましょう。まずは中央を見つけたいんで、さっき使ったこの中央線機能ですね。これをちょうど見えてるこの青い点。ここからここでやってあげると真ん中の線が見つかります。で、こっからここを中心におそらくこう窓を開けるんですけれども、窓を開けた時に縫い穴の1ミリ外側にしたいですよね、これね。なので、ここだとね、ちょっと狭すぎると思うんですよ。これ、どれぐらいあるんだろう。これだと5ミリだから1センチ。1センチの窓はちょっとちっちゃいですよね。じゃあ、ここは9ミリだから18ミリ。18ミリはなんかちょうどいいような気がします。ここだと13ミリ、26ミリか。26ミリの穴だとちょっとでかすぎですよね。なので、ここが一番ちょうど良さそう。ここじゃない、ここか。ここにしましょう。ここが9ミリなので、じゃあ次はですね、9ミリにここ縦の線を引きたいんですよね。どうするかというと、さっきのですね、目印線を使います。これですね。ここを、今1ミリになってるんで、ここに引かれちゃいますけど、1ミリじゃなくて、これを9ミリにしてあげます。よいしょ。9。そうすると、ここ9ミリ、こっちも9ミリですね。ので、こっちに9ミリ、こっちに9ミリ両方作ってあげます。はい。で、そっからどれぐらいですかね。全体的にこれぐらいの穴ですよね、きっとね。
だからこれぐらいっていうのがどれぐらいっていうのを定規使ってみてみましょう。これ S キーを押すと定規開きます。よいしょ。これぐらい、25ミリぐらいですかね。30ミリ、25から30ミリぐらい。ちょっと25ミリで作ってみましょうか。じゃあ、直線機能で、こっから25ミリ。ぴったり25にしたいんで、ここを線の長さですね。25。入力した瞬間にこれチェックマークつきます。ので25。で、斜めにしたくはない。まっすぐにしたいので、これでシフトを押しながら25にします。これで確定ですね。もう一回クリックで確定。あ、色が違う。実線にしたいので、この色にしますね。よいしょ。はい。で、こっちも同じことをします。25。シフトをしながら、それで確定と。あれ確定。はい、できました。で、あとはこっち、ここを埋めてあげれば OK ですね。はい。で、今25なんで、25の線じゃなくて、ここで止めたいので、今度はここのチェックを外します。よいしょ。そうすると、長さ自由になって、ここでぴったりくっつくので、ここで線を作りますと。はい。以上で、ポケットができましたと。こんな感じですね。ちょっとね、この人が邪魔なんで、これ消しちゃいましょうか。さっきの目印線もういらないので、消しちゃいます。もっと言っちゃうと、このセンターラインももういらないのかな。まあいいか、これは残しておきましょう。で、こんな感じでできたんですけど、さすがにちょっと四角い穴はかっこ悪いですよね、これね。ということで、ここ丸めてあげましょう。で、9ミリでしたよね、ここね。左側に9ミリ、右側に9ミリだったので、ここは9ミリ半径で、面取りしてあげると、ちょうどよく消えてくれるはずです。というわけで、9ミリにここを変えます。で、面取り。よいしょ。面取り。はい。ちょうど真ん中で面取りしてくれました。で、こっちも同じく面取り、面取りで。はい。9ミリになりました。なかなかいい感じですね。一応ステッチマークがここにあって1ミリかな。一応測ってみようかな。0.93。だいたい1ミリですね。よいしょ。こっちの方がちょっと広いんだ。左右対称じゃないから。1.15。まあ許せる範囲ですよね、きっとね。はい。というわけで、なんかいい感じですね。はい。こんな感じになりました。じゃあこれもういらないので、中央線はですね、いらないので、セレクトモードにして、選んで、消します。はい。あとは、何が残ってるかというと、そうですね、僕はいつも、この端っこは、丸め、ちょっと端っこ選べないからこう選びますね。で、こっちもコントロールをしながら、よいしょと。この開始点と終了点は僕はいつも丸めで打つことが多いので、ここね、丸めにしちゃいましょう。目打ちツールボックスを開く。で、ここだけ、この2つだけ丸めを選びます。OK。はい。これでここが丸に変わりましたと。OK。じゃあ、あとは、これですね。最後に、ここだ。ストラップをつけるための、穴をつけましょうと。高さというか、3ミリ、12ミリぐらいでやろうかなと思います。で、3ミリ、10ミリを真ん中に書きたいんですけど、まずじゃあ真ん中を見つけましょう。中央線。よいしょ。で、ここからここまで選んであげると。そうすると真ん中の線がわかりますね。で、3ミリ、12ミリぐらいの穴を開けたいので、ちょっとですね、ここら辺作っちゃいましょう。ここが、幅が12ミリの高さが3ミリですね。というのを、はい、こんな感じの穴です。これをまずここにちょっと作っちゃいますね。で、ここもやっぱり丸くしたいので、3ミリってことは、これが半分にすると 1.5 なので、面取りで 1.5 ミリの面取りをしてあげます。1.5 と、これは今キーボードで直接書いてます。で、一辺選んで、ここの横の辺も選ぶと、ここ、面取りできましたと。ちょっと拡大して、選んでと。はい。同じことをこっちもやります。面取り、面取りと。こんな感じでですね、丸いのできましたと。で、これを真ん中に、ここに持っていきたいんですよね。どこら辺に持っていくか。
カードがここに来るとして、やっぱり2ミリぐらいのなんかこう余裕は欲しいですよね。なので、2ミリ上のここに持ってきたいということで、中央、これもやっぱり中央線でまずは中央を見つけます。ちょっと色変えますね。これを選択して、色変えると。で、要は、ここからここが2ミリだと。2ミリってどこ？ここですね。2ミリここだ。ここに持ってきたいんですよね。よいしょ。ここで定規を起動したまんま、これ選んで、効率をですね、グイグイっと持ってってあげる。こういう使い方も定規はできます。ここで2ミリのところで離してあげると。そうすると、エスケープで、クリアして、そうすると、2ミリ足が生えた、こういうのができますよね。なので、この足のここを、ここにつなげてあげればいいんですね。そうすると、じゃあこれまずダブルクリックで選びます。で、ここついてきてないんで、ここコントロールを押しながら選びますと。そうすると、これ全体が選択されてますね。で、こいつをですね、ズイズイっとここに下ろしてあげます。よいしょ。これでぴったりくっつきます。ピッタッと。これで一応真ん中に持ってくることができましたということで、ちょっとね、これも邪魔なので、センターライン消しちゃいましょうね。で、ここまでできたんですけど、ここちょっと狭すぎですよね、これね。やっぱここ3ミリはやっぱ欲しいですよね、ここね。ので、今何ミリだこれ。今1ミリぐらいですよね、きっとね。1ミリ、ぐらいですね。ので、2ミリ上にちょっとかさ上げしてあげたいというか、かさ上げっていうの、上に、移動したいと。上の部分だけ。じゃあ、それをやりましょう。よいしょ。じゃあ、こことコントロールをしながら、ここと、ここの人ですね。これをですね、ちょっと今どかします。2ミリ上げたいので。で、ちょっとこの辺にポイッと置いておきますね。で、要は何をしたいかというと、この人を2ミリ上げてあげて、この人も2ミリ上げてあげるということをするので、ここをですね、よいしょ。ここでまた定規を起動して、よいしょ。これ線をですね、移動するんですけど、これ斜めになると嫌なんで、これもシフトを押します。そうすると、この最初の角度を保ったまんま2ミリ上げることができるんで、はい、ここですね。ここで2ミリ。ここで離します。で、同じことをですね、ちょっと定規を一遍クリアして、もう一回ここで定規起動して、選んで、2ミリになるまで、シフトを押しながらか。シフトを押しながら2ミリになるまでやりますと。はい、これで OK です。これで今、2ミリかさ上げしたんで、じゃあここに、この人をくっつけてあげましょうと。よいしょと。ピタッと、はい、くっつきました。これで、ちゃんとここ青くなってるんで、ジョイントできてますよっていうことですね。はい。というわけで、なんかね、できましたね、これね。いい感じのが。これで、一応パスケースとしては、デザインとしては完成かなと。まあ、機能しそうに見えますよね、一応ね。はい。じゃあ、これを今度は、この下のパーツと上のパーツに、分けていこうと思います。どうするかというとですね、これを全部を、今これ、はい、セレクトモードにいますね。で、それを、レンジセレクト、マウスでグイッと引っ張って、全選択します。で、これをコピーして貼り付け。すると、全体がコピーされるので、こいつをですね、隣に持ってってあげますと。で、よいしょ。まずはじゃあどっち作りましょうか。まずはこの下の方を作りましょう。で、クレジットカード、これ邪魔なのでもう消しちゃいます。で、ポケット、これもですね、これも邪魔ですよね。これも消しますと。ダブルクリック、はい。消します。で、ここも上の皮なので、これもいらないですよね。これもダブルクリックで消しちゃいます。以上ですね。はい。下の皮はこれで以上です。で、同じことを、今度は上の皮でもやります。上のパーツでもやります。で、さっきコピーしたのがまだ残ってるんで、ここでもう一回貼り付けします。そうすると、はい。出てくるんで、こいつをまた持ってってあげると。よいしょ。よいしょ。ちょっと、間違えた。よいしょ。しまった。コントロール Z。今、アンドゥしてました。ちょっと変なところで固定しちゃったんで。もう一回やります。よいしょ。はい。
で、今度、ソフトワークがいらないんですけど、まずクレジットカードを消しましょうか。はい、これいらないですと。で、ここの枠いらないですね。これコントロールを押しながら、これ消します。この人もいらないですね。これ消します。で、この線も消したいんですけど、これ消しちゃうと、これ全部消えちゃうので、これを下に持ってってあげます。はい。これも同じようにですね。これを下に、よいしょ、持ってってあげると。で、あと、ここも外側だから、これいらないですよね。これクリックして選ぶと、多分ね、ここのステッチラインも選択されちゃうんで、これはやめて、レンジ、この選択、エリア選択して、1個だけ選んだ状態でデリートですね。で、ステッチラインが伸びちゃってるんで、ここをですね、下に下ろしてあげます。よいしょと。ここまでですね。はい。同じことをこっちでもします。まず、こいつを消しますと。デリートキーで消して、選んで、下げると。はい。これで OK ですね。で、ここも外の皮というか下の皮なんで、これいらないです。ただ、この部分は必要なので、じゃあどうするかというと、これをここに持ってってあげる。で、これコピペします。コピペ。で、そのまんまくっつくはず。ここは左右対称なので、よいしょと。はい、ぴったりくっつきましたね。あ、なんかね、ぴったりしてないですね、ここね。ちょっと気持ち悪いので、もう一回ちゃんとくっつけましょうか。よいしょと。はい、青くなりましたんで大丈夫です。で、ここの縫い穴もこれいらないですよね。なので、これもレンジ選択で、よいしょと、ここまで全部選んで消しますと。最後に、このステッチラインもここで止めたいので、まずはこいつを、よいしょ、こうですね。で、これもコピペして、これを、このステッチラインのここにつなげてあげたい。はい。で、これですね。これを、ここの縫い穴に合わせてあげると。これで完成かな。ここも縮めてあげないとですね。これもよいしょと。はい。こんな感じですかね。これで完成ですね。なかなかいい感じにできたと思います。で、今これ喋りながらやってたんで、どれくらいかかりましたかね？ 20 分ぐらいかな。なんですけど、これ全然喋りもしないでやると、多分ですね、慣れたら3分ぐらいでできるんじゃないですかね。3分かかんないかもな、もしかしたら。どれだけ早く作れるかというのをですね、チャレンジしてみてもいいかと思いますが。はい。あとはですね、例えばですね、これちょっと普通すぎるじゃないですか。すごくいいとは思うんですけど、僕はもうちょっと個性的な、パスケースが作りたいんだって人は、例えばですよ。例えば、ここのベジエカーブをよいしょとこう、ね、いじってあげるとか、こんな感じで。これちょっとね、面白い感じですよね。すごい個性的な。ただ、こうしちゃうと、ここがすごい気になるんで、ここもベジエにしてあげます。これちょっとデリートで削除して、ここもね、ベジエでつなげてあげると。よいしょ。適当ですけど。よいしょ。してあげると、どうだ、セレクトモードにして、なるほど。ちょっと色間違えましたね。色をこれに変えてあげると。はい。ここがね、ちょっと不連続なのが気になるんで、じゃあどうするかというと、こうやって、コツなんですけど、これ今、ここの制御ラインと、こっち側のベジエの制御点と、こっち側のベジエの制御点がこう角度違うじゃないですか。これをですね、角度を揃えてあげる。揃えてあげるというか、これ180度にしてあげると結構滑らかにつながるんですね。ここもそうなんですけど、ここを揃えてあげる。この機能をつけてあげてもいいかなと思ってるんですけど、例えばこれでダブルクリックしたらこっちがまっすぐになるみたいな。後でつけるかもしれないですけどね。今はそんな機能はないんで、こんな感じでちょっとやってみますけど、これで、なんかこう、すごい個性的なパスケースできたじゃないですかと。で、これで作ったデザインをこっちに反映したいっていう時も結構簡単にできて、これダブルクリックしちゃうと多分全部いっちゃうんで、ダブルクリックはしてないんで、こことコントロールをしながらこれとこれを選んでデリートで消してあげますと。はい。で、こっちはね、ダブルクリックで OK かな。そうですね。で、これをコピペしてあげると。
貼り付け。で、よいしょ。こいつをここに、よいしょと持っていくだけで、はい、できました。という感じで、すごく個性的なパスケースがこんな感じに作れますよということなので、いろいろ遊びどころはね、遊ぶ要素はあると思います。若干ここら辺がね、気になるっちゃ気になりますけど、この辺はちょっといろいろ工夫してみてくださいっていうところでしょうか。はい。というわけでですね、チュートリアル、第3弾、ほぼすべての機能でもないか、はい、ほぼすべての基本機能を使ってパスケースを作ってみようという、試みでした。こうやって僕が作ってるのを見ると、なんかすごい簡単そうにできるなと思うと思うんですけど、実際やっぱりね、自分でやってみると、あれここってどうすんだっけみたいなのが出てくると思うんですよね。その時にこのチュートリアルをですね、ここにもチュートリアルのリンクあるんで、チュートリアルをまた見直してみて、1回でできなくてもですね、何回かトライしてやってみてください。基本的にはですね、このレザクラ CAD はですね、僕はど素人がお絵描き感覚で、レザクラのデザインができるソフトを目指して作ってますんで、今まだね、そこまで行ってないかもしれないですけれども、将来的にそうなるように、持っていきたいと思ってますので、ぜひぜひですね、皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。はい。それではですね、再三のお願いにはなるんですけれども、僕のこのチャンネルをですね、登録してない方はですね、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。それからですね、この動画が面白かった、参考になったと思われる方はですね、ぜひぜひグッドボタンを押していただけると非常に助かります。はい。それではですね、まだまだチュートリアル動画をこれからも上げていこうと思ってますので、またちょくちょく戻ってきて、見てみてください。はい。それではご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。